ヤニ猫で禁煙のためにパッチを顔中に貼りまくって具合悪くなるシーンあったよね。あれって実際に起きることなの？かなりリアルな話だよ。今日はニコチンパッチの仕組みと貼りすぎるとどうなるかを本気で解説しよう。まず流れを整理すると、妹を悲しませないために禁煙を決意してニコチンパッチを使い始めるんだよね。そう、ただたくさん貼れば効果も上がるはずというノリで顔中に何枚も貼ってしまうんだ。その結果体調を崩してしまうわけですが、これは医学的に見ても十分起こりうる話です。そもそもの話なんだけど、タバコってなんでそんなに体に悪いの？いくつも理由があるからまとめて紹介しよう。まず発がん性です。タバコの煙には数十種類の発がん性物質が含まれていて、肺だけでなく口腔、口頭、食道など全身のさまざまな部位のがんリスクを高めます。肺だけじゃないんだ。煙を通して全身に影響が及ぶからね。次に口臭、体臭、歯の黄ばみです。タバコに含まれるタール、いわゆるヤニが口の中や衣類、髪、そして歯の表面にも付着し、独特の匂いや着色の原因になります。口臭も体臭も歯の黄ばみも全部同じヤニが原因なんだ。そう、だから禁煙すると匂いも見た目も変わってくる人が多いんだよ。あとは依存性。ニコチンには強い依存性があって、これがやめたくてもやめられない状態を作り出す。最後に COPD、 慢性閉塞性肺疾患です。長期間の喫煙によって気道や肺が慢性的に傷つき、呼吸機能が低下していく病気で、進行すると日常生活にも支障が出ます。だからこそ禁煙のためにパッチを使うという選択が出てくるんだね。そういうこと。ここからはそのパッチ自体の話をしていこう。ニコチンパッチは皮膚を通してニコチンを少しずつ吸収させる薬なんだ。タバコを吸うとニコチンは一気に血中に入り、急激に増えてまた急激に減っていきます。この急激な上下動がイライラや集中困難といった離脱症状の原因になります。パッチの場合は皮膚から一定のペースでゆっくりとニコチンが吸収されるため、地中のニコチン濃度が緩やかに保たれます。これによって急にタバコをやめた時のような強い離脱症状を抑えながら、少しずつ体をニコチンのない状態に慣らしていくことができます。1日1枚だけ貼るのはそのペースを守るためなんだ。その通り、両方容量が1日1回と決まっているのは、このゆっくり吸収させるという設計が前提になっているからなんだよ。じゃあ何枚も貼ってしまうとどうなるの？単純に吸収されるニコチンの量が想定よりずっと多くなってしまうんだ。パッチを何枚も同時に貼ると皮膚から吸収される総面積が増え、短時間で血中のニコチン濃度が急激に上昇します。これによって起こるのが急性ニコチン中毒です。具体的には動悸、吐き気、めまい、冷や汗、頭痛といった症状が現れます。ニコチンは少量では神経を刺激する作用がありますが、過剰になると逆に神経の働きを乱し、体調を大きく崩す原因になります。作中のバッドトリップみたいな状態はこれに近いってこと？かなり近いと思うよ。良かれと思ってやったことが逆効果になってしまうパターンだね。さらにパッチを使いながら我慢できずにタバコも吸ってしまった場合、タバコ由来のニコチンとパッチ由来のニコチンが同時に体内に入ることになり、同じように過剰摂取の状態になり得ます。そのためパッチを使用している間は喫煙をしないことが原則とされています。じゃあ正しく使うにはどうしたらいいの？基本は決められた枚数、貼る場所、
張り替えのタイミングを守ることに尽きるよ。添付文書に定められた用法用量を守ること、そしてパッチ使用中は喫煙をしないことが大原則です。また禁煙には貼るタイプのパッチ以外にも飲み薬タイプの禁煙補助薬などいくつかの選択肢があります。自分に合った方法がわからない場合は自己判断で増やすのではなく、薬剤師や医師に相談するのが安全です。貼れば貼るほど効くって考えるのは実は逆効果になることもあるんだね。そういうこと。禁煙補助薬は正しく使ってこそ効果を発揮するものだからね。今回検証した結果、ニコチンパッチの貼りすぎによる体調不良は医学的にも十分起こりうる現象であることが分かりました。禁煙を考えている人はぜひ用法用量を守って取り組んでほしいと思います。次回もまた別の作品を科学薬学の視点から検証していきます。この動画が面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。